こんにちは。洋裁初心者さんのためのチャンネルへようこそ。今日のテーマは初心者必見、失敗しない洋裁本の選び方です。これから洋裁を始めたいと思っても本の種類が多すぎてどれを選べばいいのと悩んでしまいますよね。そこで今回は初心者が絶対に失敗しない洋裁本の選び方を3つのポイントにまとめてお伝えします。このポイントを押さえればスムーズに洋裁を始められて挫折せずに楽しく続けられます。ぜひ最後までご覧ください。初心者が失敗しない洋裁本を選ぶには次の3つのポイントが重要です。1つ目は写真やイラストが豊富で分かりやすい本を選ぶこと。2つ目は作りたいアイテムが載っている本を選ぶこと。3つ目は型紙の扱いやすさをチェックすること。この3つを意識すれば買ったけど難しくて使えないという失敗を防げます。まず1つ目のポイントは写真やイラストが豊富で分かりやすい本を選ぶことです。初心者の方にとって文章だけの説明は難しく感じることが多いですよね。例えば祭り縫いやダーツの縫い方など専門用語が出てきた時、写真やイラストがないとイメージが湧かずに手が止まってしまいます。だからこそ細かい手順ごとに写真やイラストがある本を選ぶことが大切です。具体的には1ページに1枚以上の写真が載っているものや各工程にイラストがついているものを選ぶと迷わず進められますよ。では2つ目のポイントです。作りたいアイテムが載っている本を選ぶこと。本を選ぶとき初心者向けと書かれているからといって必ずしも自分に合っているとは限りません。例えばあなたがシンプルなバッグを作りたいと思っているのに買った本がワンピースやスカートの作り方ばかりだったらせっかく買ったのに結局使わずに終わってしまうかもしれません。なのでまずは自分が作りたいものを明確にしてそのアイテムが掲載されている本を選ぶことが重要です。そして最後のポイント、型紙の扱いやすさをチェックすること。型紙には大きく分けて実物大の型紙がついている本と自分で拡大コピーが必要な本の2種類があります。初心者の方には実物大の型紙付きの方が断然おすすめです。一方、拡大コピーが必要な型紙の方は初心者には少しハードルが高いかもしれません。コンビニや印刷サービスを利用すれば拡大はできますが、サイズ調整のミスがあると完成した作品のサイズがずれてしまう可能性もあります。ただしこの3つのポイントを押さえても完璧な洋裁本というのはなかなかありません。例えば写真が豊富で分かりやすい本でも型紙がついていないこともあります。だからこそ本を1冊だけに絞らず目的に応じて 2,3 冊揃えるのもおすすめです。1冊目は基本を学ぶ本、2冊目は作りたいアイテムの本、3冊目は応用やアレンジができる本というふうに組み合わせるとよりスムーズに進められますよ。それでは今日のおさらいです。1つ目、写真やイラストが豊富で視覚的に分かりやすい本を選ぶ。2つ目、自分が作りたいアイテムが掲載されている本を選ぶ。3つ目、実物大の型紙がついている本を選ぶ。これから洋裁を始める方はぜひこのポイントを意識して自分にぴったりの本を選んでくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。
この動画が良かったと思ったらチャンネル登録といいねをよろしくお願いします。ではまた次回の動画をお楽しみに。